おしゃれで美味しいメニュー。いつも満員御礼の人気店。インスタ映えするお料理は独創的で美味しく、時には女性率 100% の時も珍しくありません。乾杯。はい、乾杯。あやに初めて行ったのは、十段通り商店街総会の集まりでした。うわー、鍋。ギリギリまで整体施術の予約が入っていたので、私が到着したのはすでに総会が終わって打ち上げが始まったところでした。ごちそうにありつけて幸い。鍋にお刺身やお豆腐、揚げ物、こんな豪勢なお料理に飲み放題でお一人6000円ですが、商店会費から半分出るので、なんと3000円。ここでいいのかな？今回はマナー通りわさびを醤油に溶かさず刺身に包んでいただきます。宮田さんしゃぶしゃぶしたのでよかったら器を、ありがとうございます。いただきます。美味しそう。タンですね。はい、豚のタンらしいです。これこの軟骨みたいな。ありがとうございます。美味しそう。豚タンのしゃぶしゃぶが美味しい。昭和レシピチャンネルでも豚のしゃぶしゃぶ動画を作りましたのでご覧くださいね。チリ豆腐の冷ややっこ、ごぼうと半熟卵の揚げ出しですね。チキンが黄金褐色、良い色に仕上がっています。梅水晶、サメの軟骨を細切りにして梅肉と和えた日本の珍味ですね。枝豆。じゃあわざわざ取ったの中なんだ。俺らの世代締めのうどんが来ました。レモンサワーです。ということで、おしゃれで美味しいごちそう。整体院のお客様からも評判を聞いていたので、これはぜひじっくりと取材したいと思い、全メニューをほぼ制覇するまで通うことになりました。予約席の歓迎カードが嬉しいですね。このおしぼりがパラグアイの懐かしい香り。そう、レモングラスの爽やかな匂いがするんです。仕事が終わってこれから食事をくつろぎながらゆっくりいただくというスタートになる一口。前菜はいぶりがっこクリームチーズ。これがバゲットの上に乗ったいぶりがっこの香ばしい匂いとクリームチーズの風味とねっとりとした食感がうまくコラボして食欲をそそるんです。トリカレーパンチョです。トリュフのソースがかかります。はい、どうも。トリュフのソースとパルメザンチーズがかけられた岩手牛炙りカルパッチョ。
これは美味しそうでしょう。トリュフの森のような香りが生のお肉を引き立ててくれますね。贅沢な一品です。最後の一口いただきます。こちらは湯葉チーズ揚げ。あやさんで一番人気というメニューです。和風でおしゃれな一皿。湯葉の軽やかさとチーズの濃厚なコク。揚げることでほんのり香ばしくなってサクッふわっととろり3段階の食感が楽しめる、とてもおしゃれな一品なんですね。湯葉というと和食のイメージですが、そこにチーズを合わせることで和と洋の良さが一口で味わえる現代の創作料理になっています。小皿に可愛らしく並んだ盛り付けも素敵で、まさにあやさんらしい写真映えするメニューでした。長芋の七味揚げ。粘りのある長芋がサクッと揚げられてピリ辛味。おつまみとしても最高の一品ですね。周りのわさびのお塩つけて召し上がってください。和牛肉寿司。和牛のサシの甘みとわさび塩のキレのある香り、この組み合わせが本当に相性が良くて、タレでは味わえない上品なうまさがありますね。口の中でふわっととろけてほんのり感じる酢飯の酸味がまた絶妙です。盛り付けもとてもおしゃれで、まさにあやさんらしい映える一品でした。私熱いので気をつけてください。はい。本格だしの鯛茶漬け。だしをかけて、昭和レシピチャンネルのお茶漬け動画もご覧くださいね。ごちそうさまでした。カニの刺身の焼きおにぎりです。カニの殻。これは見た目にもたまらない。うわ、カニ味噌が流れ出てきた。焼きおにぎりの上にカニ味噌をたっぷり塗って、その上からチーズを乗せて炙っているようです。カニ味噌の濃厚なうまみと炙りチーズの香ばしさが合わさって、一口で贅沢な香りが広がります。これは箸で少しずつ味わいながら食べましょう。エビマヨです。殻が柔らかいので丸ごとどうぞソースをつけて召し上がってください。はい、どうも。見た目からすでにワクワクさせてくれるエビマヨですね。殻ごと食べられるソフトシュリンプ。外はカリッと香ばしく、中はプリッとした食感が楽しめ、殻も全く気にならない軽やかさ。そして何より目を引くのが、周りに美しくあしらわれたマヨネーズベースの特製ソース。カニの爪のように見える遊び心あるデザインになっていて、とてもおしゃれに仕上がっています。一口頬張ると、衣の香ばしさとエビのうまみ、そして濃厚で少し甘酸っぱいソースが一体となって広がり、まさに食べる前から楽しい、食べて満足の一品でした。ソースが美味しい。
はいどうも。粘りが強い沖縄のジーマミー豆腐です。ジーマミ豆腐はピーナッツを原料として作っていますが、これは豆乳と生クリームとわらび粉を練って作った豆腐。美味しい。お茶を出していただきました。どうも。あやの肉豆腐です。植物性と動物性のタンパク質をしっかり摂れる一品ですね。脂身の部分はとろけるように甘く、赤身はうまみがぎゅっと染み込んでいます。味付けがいい。県産豚の角煮。ごろっと大きくカットされた豚肉はしっかり煮込まれてほろっと崩れる柔らかさ。美味しそうでしょう。柔らかく煮込まれたお肉にしっかりと味が染みています。味付け卵もいただきましょう。からしをつけていただきます。肉の存在感、色艶、香り立つタレ、そのすべてがちょっと贅沢な酒場の一皿として完成されています。はいどうも。大人のポテサラ。昭和レシピチャンネルのシンプルで美味しい昔ながらのポテトサラダ動画もご覧くださいね。いやー、しかしこれは豪華。まさに大人のポテサラでした。サラダピザ来ました。ピザの上にたっぷりのサラダ。いただきます。マグロとアボカドのなめこ。海の幸と山の幸が一つの器でコラボレーション。あやさんらしい創作料理ですね。マグロのしっかりしたうまみにアボカドのまろやかな脂、そこへとろりとしたなめこの醤油だれが加わって3つの素材が優しく一つにまとまります。食用花を添えていただくと見た目もとても華やかで、一口ごとに食感の違いが楽しめる贅沢な一皿でした。アンチョビバターポテト。アンチョビの塩気とうまみにバターのまろやかさが加わった洋食の定番おつまみですね。ポテトの甘さがちょうどよく引き立って、一口食べるごとにホクホクとした食感と香りの余韻が広がります。シンプルなんですがとても奥深い味で、これはビールやワインにとても合うのではないでしょうか。サーモンと炙りチーズのサラダ。取り分けましょう。炙りチーズの下にトマトがありました。サーモンも乗せて、久慈の養殖サーモンは琥珀サーモンと呼んでブランド化されているのですね。
先日テレビで紹介されてましたが、市の漁協職員である妻のいとこがインタビューに答えて登場してました。紫キャベツと紫玉ねぎもいいですね。これにかかっているドレッシングがまたサーモンにぴったり。とても美味しかったです。お餅とナスの揚げ出しです。和食では定番の揚げ出しナスにお餅が加わった贅沢な一皿ですね。ナスは油を吸ってふわっととろけるような食感。揚げたお餅は外がカリッと、中はとろり。そこに優しい出汁が染みて、一口ごとにホッとする味わいがあります。大根おろしとネギ、お出汁をたっぷりかけていただきましょう。素朴な和の料理なんですが、あやさんの手にかかると見た目もとても上品で心の落ち着く一品。染みておいしい。鉄鍋で出てきた焼き飯。おお、これは県産豚の角煮が乗っているではないですか。ちょうど9時の秋祭り、温度上げの皆さんがいらっしゃいました。とてもうまい歌声と思って聞いていたら、なんと商工会議所でお世話になっている方でした。これは美味しい。アボカドかき揚げです。これまた和風でおしゃれな一品。アボカドの濃厚でクリーミーな旨味におかきのサクサクっとした香ばしさが加わって、食べてみると驚くほど相性がいいんですね。ゆかりをつけていただくと、しその爽やかな香りがふわっと口の中に広がって、さらに和の味わいが深まります。シンプルな一品なんですが、こういう創作和食のセンス、特に女性に人気なのがよくわかります。箸が進みます。チキン南蛮来ました。カリカリに揚げられたチキンに美味しいタルタルソース。宮崎県の生んだ名レシピですね。自家製ハニータルタル。このハニータルタルが美味しい。これだけでもご飯が食べられますね。チキン南蛮も昭和レシピチャンネルの自慢の一品。概要欄のリンクからぜひご覧くださいね。梅水晶はサメ軟骨のコリコリとした独特の食感に
刻んだ梅肉の酸味と香りが加わり、さっぱりしながらもしっかり旨味が感じられる一品です。名前の水晶はサメ軟骨の透明感ある見た目から命名されたもの。脂っこい料理の合間に食べると口の中が爽やかにリセットされ、お酒との相性も抜群。日本酒でも焼酎でもビールでもよく合う万能おつまみとして人気です。しその葉に包んでいただきます。はい、どうも。薄めのクリスピー生地。たまに食べたくなるんですよね。パラグアイで作ったピザ動画もご覧くださいね。白玉ぜんざい。アイスはバニラ、抹茶、ほうじ茶から選べるのですが、ほうじ茶アイスにしました。和風のデザート。ほうじ茶は日本人にとっては懐かしい爽やかな香りですね。塩昆布、そのしょっぱさが甘いデザートを引き立ててくれます。お茶がとても合います。パラグアイでも白玉が食べたくて作りましたね。ノンアルコールのレモンサワーです。私のお気に入りはオレンジジュース。サキイカと旬野菜の浅漬けです。これはきゅうり、玉ねぎ、みょうがといった旬の香味野菜にサキイカのうまみを組み合わせた浅漬けです。野菜のシャキシャキした食感にサキイカの出汁がほんのり染みて、そこにレモンの爽やかな酸味が加わることで、とてもバランスの良い味わいに仕上がっています。脂っこい料理の箸休めにもぴったりで、素材の良さがそのまま楽しめる優しい味の一品ですね。はい、シャモの天ぷらすごい。シャモも私が子供の頃よく食べました。エビタルタル。中に入っている卵を食べるのが楽しみだったんです。衣をつけて揚げていることにより生臭さが消え、食べやすくなっています。魚のカルパッチョでございます。はい、はい、スマガツオとカンパチとヒラメでございます。はい、ありがとうございます。主菜メニューの筆頭に記されている鮮魚のカルパッチョ。これはヒラメ、繊細で上品なうまみ、淡白ながらも噛むほどに口の中に奥深い味わいが広がります。カンパチ、コリコリさっぱりとした油のうまみが美味しい。ソーダガツオ、プリッと弾力があり、カルパッチョのドレッシングで引き立つ個性的な風味です。これは新鮮でコリコリ美味しい私の好きなお魚ばかり。満足です。どれも歯ごたえがしっかりしていて上品なうまみが味わえました。昭和レシピチャンネルサーモンのカルパッチョ動画もご覧ください。完食。肉厚エイヒレ、美味しそう。エイヒレといえば居酒屋の定番で昭和の頃からずっと愛されてきた日本のおつまみですが、飲まない私にとっては初めてかもしれません。乾燥させて旨味をギュッ
と閉じ込めたヒレを香ばしく炙っていただく。噛むほどに旨味が広がって唐辛子が振られたマヨネーズと一緒に食べるとまた格別です。そして今回は肉厚というのが嬉しいところ。普通のエイヒレよりも柔らかくてふんわりとした弾力があって旨味の層がしっかりしているんです。素朴な居酒屋メニューなんですが、あやさんの盛り付けだととてもおしゃれな一品に見えてしまうから不思議です。伝統的なおつまみに現代のお店のセンスが加わってまた違った魅力を感じることができました。花ちりめんおにぎりと味噌汁。まずはお味噌汁。風味豊かなちりめん。やっぱりおにぎりは手でいただかなくてはですね。日本人にとってホッとするおにぎりに味噌汁。パラグアイで作ったおにぎり動画もぜひご覧くださいね。自家製のカニ味噌クリームだけ何もはいせずにどうぞ。はい、どうも。またおしゃれなお皿。とにかくあやのお皿はとてもおしゃれなものばかり。それだけでも楽しめるんです。カニ味噌クリームコロッケというのは実は洋食の中でも特別な存在です。昭和の時代は町の洋食屋さんで晴れの日のごちそうとして出される少し贅沢なメニューでした。丁寧に炒めた小麦粉、滑らかなホワイトソース、そして香り豊かなカニ味噌、香りと旨味の層が作られているプロの一品。家庭ではなかなか真似のできない職人の手間と技術が詰まった料理なんですね。ほんのり甘くて海の旨味が広がって衣はサクッと中はとろり。この一口のために手間を惜しまない、そんな日本の洋食文化の魅力がここに凝縮されています。おにぎりと一緒にいただきます。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。半熟卵の揚げ出し。商店会の集まりでも出てきたメニューですね。絶妙な黄身の加減です。だし汁をかけていただきます。だしが美味しい。はい、どうも。すごい。鶏とごぼうの唐揚げ。カリッとしてるこの音いいでしょう。サラダと一緒にいただきます。ごぼうも美味しい。あやさんの唐揚げはただの唐揚げではなくて和食の知恵が生きた一皿。鶏の旨味にごぼうの香りと食感が加わって味に深みが出るんですね。そして何より盛り付けがとてもおしゃれ。鶏とごぼうって本来は地味な食材なんですが、器や盛り方でこんなにも映える料理になるんだなと見てるだけで嬉しくなります。
唐揚げはシンプルだからこそお店ごとの個性が出る料理。あやさんのこの一皿もしっかりとした味わいで、食べる前から香りが楽しめる一品でした。ごちそうさま。わさびポテトきました。のり塩わさびポテトが来ました。エビチリ卵。エビチリ卵というのは中華料理を日本人の舌に合わせて進化させてきた、いわば日本の中華を代表する一品なんですね。チリソースの甘辛さにプリッとしたエビの弾力、そこへ卵が加わると辛さがまろやかになって、どこか昭和の家庭料理を思い出させる優しい味になります。そして何より見た目がとても華やか。赤と黄色のコントラストに卵の柔らかさ、エビのツヤ。あやさんの盛り付けによってこうして映える中華として楽しめるのが素敵ですね。食べる前から香りが立って一口ごとに食感の違いが楽しめる満足感のある一皿でした。これも皮ごと丸ごと食べられます。甘辛い味付けが美味しい。卵と一緒にいただきます。カニ味噌甲羅焼きバケット付き。贅沢感たっぷりのこのメニューを食べずしてメニュー全制覇とは言えないですね。すっかり食べたと勘違いしていたのはカニ味噌おにぎりを食べていたからでした。それでも十分美味しかったのですが、こちらはさらに贅沢。カニの旨味がギュッと詰まった濃厚なカニ味噌を甲羅の中でじっくり炙り、香ばしさとコクを最大限に引き出した一品です。表面がふつふつと湧き立つように焼き上がったカニ味噌は、口に入れた瞬間、濃厚な香りと深い旨味が一気に広がります。バケット付きがおすすめ。この熱々のカニ味噌をたっぷり塗っていただくと、香ばしいパンとの相性が抜群。まるで海の旨味をそのまま味わっているような贅沢な味わいになります。味が濃いめなのでお酒とも相性が良く、日本酒でもワインでも楽しめることでしょう。和と洋のいいとこ取り、とても美味しかったです。マトウダイ来ました。こちらはこの日の焼き魚、マトウダイ。普段はなかなかお目にかかれないお魚ですが、実は料理人にとても人気のある白身魚。マトウダイの特徴は何といっても上質な脂のり。焼き上がると皮目の香ばしさと身のふわっととろける柔らかさが際立ち、脂が甘く口の中でスッと溶けていきます。白身なのに旨味が深く、脂がしつこくないので後味が非常に良いのが魅力。今日は当たりの日だなと思える、そんな上質な味わいです。焼き加減も絶妙で、表面はパリッと香ばしく、中はしっとり。美味しい。素材の良さを生かす丁寧な火入れが感じられ、焼き魚の美味しさを改めて実感できる一皿でした。どうも抹茶アイス。最後は抹茶アイスでさっぱりと締めました。
ほんのりとした抹茶の香りと優しい甘さがここまでの食事の余韻をすっと整えてくれる一皿。濃厚な料理を楽しんだ後にいただくと、口の中が程よくリセットされ、心地よい満足感だけが残りました。ごちそうさまでした。いかがでしたか？とってもおしゃれなお店。クリスマスや年末年始の晴れの日に予約して行ってみられてはいかがでしょう。きっと満足すること間違いなしです。そこから私の整体院は角を1回曲がるだけ、歩いて2分かかりません。ぜひ整体院へもお寄りくださいね。年末年始も大晦日、元旦を除いて予約可能です。予約が入らない日はお休みするかもしれませんので、早めにご予約くださいね。このチャンネルが気に入っていただけましたら、登録と評価、コメントもよろしくお願いいたします。コラボも募集しています。んでや、まだなす、nos vemos。チャウチャウ。